歯切れってどうやって消費していけばいいんだ？パッチワークもしてみたいけれど、どうつなぎ合わせていけばいいんだろう。大きさもバラバラ、形もバラバラ、色合わせはそんなこと考えてたら手が止まっちゃうな。気軽に楽しく歯切れを消費したい。私が初めて溜まってきた歯切れと向き合った時の感想はこんな感じだった。私はまちこ。長女が幼稚園に入園した時から手作りが大好きになって毎日ミシンを踏んでいる。自分の服も子供たちの服もほとんど手作りしているから本当にたくさんの歯切れが出る。歯切れといったらパッチワークかな。でもパッチワークといえばきちんと綺麗に縫い合わされてるイメージがあって、私は結構ズボラな性格だしできるか不安だった。でもとりあえずあれこれ考えずにとにかくつなぎ合わせていくことにした。歯切れは大きさも形もバラバラ。大きさを揃えなくても形がバラバラでもとにかくつなげていこう。つなげ方は歯切れの大きさや形、作るものによって変えているけれどいくつか種類がある。まずは縦長の歯切れをただまっすぐつなげていく方法。四角くつなげていく方法。接着芯にこうして歯切れを並べていってアイロンでくっつける。アイロンにこうしていっぺんにくっつけた後で歯切れのつなぎ目をこうして中表に折ってどんどん縫い合わせていく。これはとっても時間短縮なパッチワークの方法だ。もはや形を揃えず歯切れの形ありのままにどんどんつなげていく方法。キルトを使う場合はこうしてキルトに直接縫い付けながら継ぎはぎしていってもいい。縫い代も取れないくらいこんなに小さくなってしまった歯切れはこうしてキルトに散りばめてオーガンジーを重ねてキルトにしてもいい。難しく考えすぎると歯切れをつなげる手が止まってしまうから下手っぴでも縫い目が揃っていなくても楽しくつなげていく。そうは言ってもいろいろな素材のいろんな色柄の歯切れどうやって組み合わせていけば素敵になるんだろう。どの色とどの色が相性がいいか、それは身の回りのものにヒントが実はたくさん隠れている。すぐそばにある小物をよく見てみよう。プロの配色がいろんなところに散りばめられている。だいたい色は絞られていて、その使われている色たちは相性がいいことがよくわかる。自分好みの色合いを見つけてみよう。色のトーンを揃えることも大事だ。いくら相性がいい色同士でもそのトーンが違えばまとまりがなくなってしまう。はっきりした色同士ならはっきりした色同士、淡い色なら淡い色同士。違うトーンの色が入るとまとまりがなくなってしまう。逆の見方をすると、たとえ色の相性が悪い同士だったとしてもトーンが合っていればまとまりが出てくることがある。我が家のキッチンにつけてるカーテンは薄いトーンで合わせたもの。色はバラバラだけれどまとまりが出るね。
なみに私は歯切れをこんな透明の袋に大体の色の仲間に分けてしまっている。あまり厳密ではない。あまりにも変な形の歯切れはこんな風にカットして取っておくようにしている。歯切れがいつ何時も探しやすく、色合わせがしやすい状態であることも歯切れを楽しく使っていく大事な要素だ。つなぎ方や色合わせもこんな感じで気軽に理解したら、どんどん小物を作っちゃおう。まずは大きいものからやっつけよう。私は洋服を作るからよくこんな中途半端な長い歯切れが残る。特にパンツを作った時はこんな歯切れがよく出るんだよね。ボトムスを作った歯切れはとっても丈夫。バッグやルムボックスなんかにぴったりだ。布ボックスは折りたためるから旅行にもぴったり。歯切れというにはまずまずの容尺があって、でも一着作るのは無理そう。だけど小物にするには福地としていい素材だからもったいないなという時はパッチワークでお洋服も作る。これはそうして作った娘たちのパッチワークスカート。このスカートはサイズアウトしたらカフェカーテンにしてお部屋に飾る予定。お洋服のパーツにも歯切れを使うことがある。襟や袖や身ごろ、ポケット、パーツごとに色を変えたお洋服もとっても新鮮で可愛い。もう一回り小さくなってきた歯切れは普段使いの小さな小物に使おう。我が家にある布小物や外に持ち歩く小物はほぼこの小さくなってきた歯切れで作っている。これはインド弁の歯切れで作ったサコッシュ。毎日使ってる。パッチワークした歯切れの間に綿を詰めて自立させてもとっても可愛い。これは長女のために作ったお化粧ポーチ。綿を入れると立つのが便利だから小物入れもこうして作った。縫い代がギリギリ取れる小さくなった歯切れはもはや形は整えないでどんどんつなぎ合わせていく。これはお世話になった先生たちにプレゼントした小さなポーチ。お揃いのようなお揃いじゃないような歯切れをパッチワークするからこそ可愛いね。
歯切りがつなぎ合わさってるだけでも可愛いけれど、もっと可愛さアップするのがバイアステープだ。小物作りでよく使うこのバイアステープ、縫い代をくるんだり縁取りをしたり、バイアステープを攻略すると歯切れの小物作りも一層楽しくなる。バイアステープは市販で売っているけれど、私はよくバイアステープも歯切れで手作りする。歯切れで手作りすると市販では売っていないような可愛いテープが出来上がる。手作りするのはコツさえ掴んでしまえばとっても簡単だ。こんな小さな歯切れでも結構な長さのバイアステープを作ることができる。作り方は、まずは生地の縦横の布目に対して斜めに布をカットする。角度でいうと斜め45度、正方形を斜めに半分に折った線が45度だ。幅はお好みでいいけれど、私はいつも 3.5 センチで切っている。カットできたらこれらをつなげていく。こうして中表に合わせる。この時両方のこの上側を重ねるように中表に合わせるのだけれど、正しくカットして正しく重ねられていれば、この三角形の部分がはみ出している状態が正解。そしてこのはみ出している三角形のこの点とこの点をつなぎ合わせるようにまっすぐ縫うと、綺麗なバイアステープにつながっていく。そうしてつなぎ合わさったら、アイロンで両折れに折り目をつけていく。私は 18mm 幅でできるクローバーのバイアステープメーカーでいつも折り目をつけている。もし持っていなくても中心に向かって上下を2つ折りに折り曲げれば問題なくバイアステープは出来上がる。これはパッチワークしてその布をバイアステープにしたもの。こんな風に唯一無二のバイアステープが出来上がって、それを使った小物もとても可愛くなる。可愛いバイアステープが作れるようになったら、今度は付け方をマスターしよう。一般的にバイアステープは表から中表でバイアステープをつけてから、今度は裏側に折り込んで落としミシンで仕上げていくのだけれど、私は落としミシンが苦手なので、いつも裏側からこうしてバイアステープをつけて、表側にこうして折ってこの端を縫っていくということをしている。まずバイアステープの縫い始めと縫い終わりをマスターしよう。まずバイアステープの縫い始めは10センチぐらい余らせてから縫い始める。そして今度は縫い終わり。ここが縫い始めた位置だから、縫い終わりもここになるように折り目や印をつけて、ここまで縫おう。縫えたらこうなってるはずだから、次はこのバイアステープ同士を中表に垂直に合わせて、テープが重なってる境目から縫い止まりまでまっすぐ斜めに縫おう。こんな感じで斜めにまっすぐ縫う。縫い終わりがきれいにつながる。余計な縫い代をカット。そしたらバイアステープを表に折って端っこをきれいに縫っていく。この時表と裏の生地の色が違う場合は、表の布の糸を上糸に、
裏布の色の糸をスタイトにセットすると裏側の糸も目立たなくて済む。次は直角の角度の縫い方をマスターしよう。こういう逆 L 字の角は出来上がりの曲がり角の点で一度縫い留めて、こういう風に折りたたんで、さっき縫い止まったところからまた縫い始めると綺麗に縫える。こういう L 字の角はまた出来上がりの角で縫い留めたら切り込みを入れて布をまっすぐ伸ばして縫う。表側はこうしてきれいに畳んで縫っていく。縫い始めと縫い終わり、 L 字と逆 L 字をマスターすればバイアステープを包むのももっと楽しくなるはず。こうして端切れを継ぎはぎして新しく生まれ変わらせていくけれど、縫い代が取れないものやパッチワークして小物作りにするには向かないかなという生地もある。そんな時は中綿に使ったりする。パフキルトでラグを作った時はここぞとばかりに使い道に困ったふわふわはぎれたちを中綿に使った。根気があれば端切れでお洋服だって縫えちゃう。これは主にボトムスの端切れをせっせと継ぎはぎして、中にはユニクロのインナーダウンを裏地にしたコート。すごく寒くてもあったかく着られるコートが端切れでもできた。パッチワークのコートだから世界に一つだけのウェアだね。最初は端切れは厄介者だなぁと思っていたけれど、今は私にとってとても大切で便利なものになっている。子どもたちの学校で必要となった小物をパパッと作れたり、台所の付近も気軽に作れる。急に誰かにお菓子をあげたいタイミングがあったら、ラッピング代わりに巾着に入れてそのままプレゼントしたり、つなぎ合わせて生まれ変わるととても可愛い。端切れと布の持つ魅力は本当にすごい。今はお洋服を作る前から端切れになった後のことが楽しみで生地を眺めている。そしていつの間にか家の中も色とりどりだ。さあ今日も端切れをつないで身の回りのものをカラフルにしていこう。